猫と、右腕の、オールナイトニッポン。両親結婚撃破チャレンジ。もろもろの説明をすっ飛ばしていきなり本題へ。尺がもったいない。でもルール説明は必要だよね。強心ヘクトルドの VS 魔改造遠距離ユニット、守り手発動状態で、1回の戦闘で撃破していただきます。サポーターは何人使っても大丈夫ですぞ。このシリーズ、今回含め残り2回で7名紹介する予定ですが、道理で尺を気にするはずです。今まで3人紹介だったのに4人紹介できるのか。できちゃうのか、その残り7名を見て気づいたことが。はて、なんでしょうか？自前の武器で挑んだ人は猫、武器もフルカスタマイズで挑んだ人は猫、ちょうど半分くらいになってた。猫召喚師の可能性も考慮する猫召喚師の鏡ですがその配慮、必要だったのでしょうか？迷いますね。ということは今日は、自前武器で挑んでくれたお便りを紹介するよ。わかりました。そんじゃ早速行きましょうか。行きます。この番組は、皆様から寄せられたお便りを読みながら、私とモフ殿がのんびり雑談いたします。頭から尻尾までお便りと茶番がたっぷり入っておりますので、エンディングまで、ですね。ぜひ最後までお楽しみいただけると。光栄に思います。それではお便り紹介。参りましょう。本日最初のチャレンジャーはなかなかつよつよ連成いただいたこちら、ラジオネーム、かんみさん。ありがとうございます。モフ殿、兄さん、ブラミンこんばんは。おこんばんにゃ。今回は我が家のエースであるシノンさんで挑戦させていただきました。おおこれはかっちょよいシノンさん。和風背景がとてもよくお似合いで。夕日と赤い髪がベストマッチですにゃ。そういえば忍者衣装も着こなしていらっしゃいましたね。あっちの衣装とも背景合うよね。絶対合うよね。ん？はっつい違うところに目を奪われてしまった。本題は撃破チャレンジですよモフ殿。お許しください。お許しください。撃破チャレンジ動画を参考に爽快勝ち屋さんの4回攻撃、エイクスルニル23とウサギベイルちゃんによるバフのおかげでなんとか撃破できました。爽快カッチュンは言わずと知れたトライアングルアタック。エイクスルニル殿は強化増幅付与、バニーベイル殿は爽快効果に条件を満たすと敵の奥義カウントを戻せたり、サポート力にも優れております。おお、奥義打たせないのめっちゃいいじゃん。ただ、ヘクトル殿側のサポーターにもいらっしゃいます。ベイル殿。なんで条件をハードにしたんや。自分だけサポートを受けるのは忍びなかったのでしょうか。忍んでるのにそれは忍者バージョンなのでセーフです。しかもそれだけでなく、ヘクトル殿は紋章しアイク殿エンゲージ状態です。よりによって遠距離ダメージカットのアイクくん。ですと。強い。両者のバフ、デバフの状態がこちらになります。1枚でまとめてくれててわかりやすい。丁寧な編集。ありがとうございます。モフ殿にも見習っていただきたい。飾らない良さもある。飾ってください。動画編集は。困りました。そして強敵に挑んだ結果がこちらです。お見せしましょう。はいドーン。ヘクトル殿の反撃を見事に耐えて、DA で撃破。ジャスト56ダメージ。驚きますね。計算通りじゃないですかやだー。これはもしかして、来ちゃう？計算通り爽快ジョルジュさんシノンさん来ちゃう？どんな繋がりですか？パクってくれてもいいよフェイちゃん。モフ殿のこの発言はフェイ殿も計算違いだったでしょう。シノンさんは速さを持ってダメージを稼ぐコンセプトですが、C スキルは戦闘後発動なので別のスキルに変えるべきだなと終わった後に思いました。シノン殿の連成バルフレッチェ、速さと相性良いですからね。そうなの？最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージマイナス 20%、そして最初に受けた攻撃で軽減した値と次の攻撃にプラス、いわゆる反射ダメージです。56ダメージはそのおかげ？かもしれませんね。だから ABC 全部速さ系だったんですな。また、相手側のサポートやバフをこれ以上増やしたら撃破できなかったため、さらなる魔改造を進めていきたいと思いました。実はお便りに書かれていましたが、C スキルの速さの支援は戦闘後に発揮されるものばかりです。じゃあそこを先行したら、もっと強いヘックンも撃破できちゃう。ってこと？そこです。奥義カウントを貯めるのが少々大変ですが、以前紹介した4つ殿のように祈りを使うのも面白いかもしれません。反射ダメージだっけ？つまりなるべくたくさんダメージ受けて。これまでか。兄さん。あれ？よーく目を凝らしてみると、生きてる。兄さん、そうか。この状態から攻撃すれば、さらなるダメージアップが期待できるってことだね兄さん。ただし、戦闘中に失った透明度は復活しないのでお気をつけください。透明度回復手段を用意しとくのがおすすめですな。お便りありがとうござい満足。次のお便り行く前に兄さんの透明度回復。ありがとうございます。やむちゃしやがって、お次のチャレンジャーも結構やむちゃしていらっしゃいます。ラジオネーム、アッシさん。ありがとうございます。私は最推しのアッシュ君で挑戦させていただきました。相性が悪い。よりによって緑の弓アッシュ殿とは。驚きますね。なあでも一番新しいアッシュ君ではあるから、結構いけちゃったりしない？最初は全くダメージを与えられなかったです。にゃん。ですと。やはり立ちはだかる相性の壁。仕事せん時もあるのにこういう時だけ働くよね。相性。困りました。その後武器や奥義を変えたりしてみたのですが結局今の型に落ち着きました。落ち着いた結果が B ヘビ毒、C 高速奮撃、コブになりました。待って高速コブが高級すぎて落ち着かない。皆様の魔改造には、もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。
落ち着くためにお便りの続き。今回はカミラ姉さんで正気を巻き、アルム君で大気を高め、ヘックンで5点脈を付与。なるほど、向こうのヘックンの戦略を上書きしつつ、自分にも強心ヘクトル殿を迎えて反撃ダメージを抑える、と。ヘックンにヘックンで対抗するの、面白いね。その発想はありませんでした。さすがです。あれちょっと待って。どうしましたモフ殿。後から気づいたけどこれいらなかった。こっちの戦略いらんかったんかい。お戯れを。吉本新喜劇だったらみんなでずっこけてるところだよ。残念ながら私の絵が見えている部分だけなので、それはできませんでした。兄さんめたい話せんでいいから。失礼。レオン君で弱点露呈をして準備は完了。最後はアッシュ君を信じて突撃させるだけです。信じは尽くしました。天命はいかに？結果的には HP19 残しで勝つことができました。乗せ忘れてしまったのですが敵ヘッ君は76迷宮の覇者を持ってます。おーやりましたな。見事、相性を覆しましたね。さすがです。 HP も結構余裕あるやん。戦略不良だった説はこういうことでしたか。いやだってさ、痛いじゃん。強心ヘックンの反撃。相性有利でも普通に沈められますからね、反撃で。まして相性不利なアッシュ君なら、いるって思うよね。天脈。それが普通の発想です。なんなら天脈、5回くらい重ねがけしたい。8つと天脈、5でしょうか。泣く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 。大万博公式キャラクターみたいになってますよ。伏せているようで全く伏せられてないよ兄さん。失礼。神速ダイム泣く泣く。ご冗談はおやめください。なお、FEH で天脈の重ね掛けはできません。泣く泣く状態にはならないよ。やったね。おやめください。お便りありがとうござい満足。お次は泣く泣くじゃなくてダイム武器ですね。はっせい。ラジオネーム、イーサンさん。ありがとうございます。自慢の魔改造英雄を募集すればいいと言った手前、まずは私の魔改造英雄を見せるべきかと思い、伝承リーフで挑戦してみました。おお、なんというパーフェクト伝承リーフくん。お供の心までついていらっしゃるとは。さすがです。兄さんとはダイム武器仲間ですな。ですが私に連星が来ていない以上、真の仲間とは言えません。兄さんが真の仲間になれる日は来るのか？いつまでもお待ちしておりますフェードの。いつまでも待ってくれるから飛ばされているのでは疑惑。やっぱり早めにお願いしますフェードの。ダイム仲間のリーフくんはどこまでいけるのか動画いただいておりまする。なんだか結構強めのメンバーではありませんか？ヘクトル殿の周り。ヘクトルの周囲は飛空上でよく見る英雄を並べてあります。実戦を意識してくれてるからだと思う。どうして皆様、高いハードルを課すのか。ハードルが高けりゃ高いほど超えた時気持ちいいもんですにゃ。それはそうなのですが、困りました。単独では1ダメージも通らず、演劇とヘビ毒のダメージも回復されるします。そりゃきついってばよ。何せテーブルイン殿がいらっしゃいますからね。戦闘開始後ダメージはめたられちゃう。そこで、周りにサポーターを並べてやけくそに強化して殴った結果、なんとか貫けました。あっ金髪イケメンエルピンさんだ。しっかりヘクトル殿の十字方向から奏でていらっしゃるので、混乱状態にできています。金髪イケメン、超英雄奏でる持ち銀融詩人ジョルジュさんまだいけない、モフ殿にまで混乱デバフが。いや、よくよく考えればこれ、いつものやつでした。絶対似合うってばよ。絶対似合うってばよ。モフ殿落ち着いてください。剣に誓って兄さんの一括プラスで落ち着きましたな。それはよかった。しっかりバフデバフをかけた結果、それでも演劇とヘビ毒のダメージは回復されちゃうのね。ここはどうしようもありません。ですがそんなの関係ないと言わんばかりに、ダイム局者を叩き込むリーフ殿。おお、かっけいですな。ヘクトル殿の奥義カウンターも耐え切り、撃破完了。やりましたな。さすがです。合っているかどうか自信はありませんが、これだけ強化してようやく貫けるインフレっぷりがやばいです。ちなみにどれだけ強化されていたかですが、こんな表を送ってくださいました。何この丁寧なお仕事。エクセルでしょうか？それともスプレッドシートでしょうか？よく言われない？仕事できるって。うちのモフ殿の編集サポーターとして欲しい人材。私ほら、素顔で勝負するタイプだから。編集はしっかり持ってください。あとこんなものまで。まだ何かあるんです？おまけのスキル構成でも倒せましたが、演劇とヘビ毒が回復されるのに倒せる方が面白いと思い、動画には採用しませんでした。エンタメ性を重視してあえて前者のスキルで挑んだのですね。やってたでしょ、動画編集。もしやっていないのであれば初めて見ては。いかがでしょう。そんでもし有名になったらうちのこと宣伝して。自力でなってください、有名に。お便りありがとうござい満足。そんでは本日最後のチャレンジャー、ラジオネーム、ココさん。ありがとうございます。モフさん、兄さん、ブラミン殿、はじめまして、こんにちは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。光栄に思います。私のセリフ、今回は、一番の推しであるマキアンヌこと、マキマリアンヌで撃破するチャレンジをしてみました。割と新しい子だから魔改造とか必要ない、と油断させといて。バカめ、カスタム済みだ。死の正気と強心スキルが、順番的には強心 ID 様が先なはずだけど、後からゲットしたのかな？それともマキマリアンヌちゃん実装を見越して残してあったのか？もしそうなら先見の明がありすぎる。驚きますね。この子ならいけるはず。強心ヘックン撃破。そこそこ最近のキャラということで、ただ使うだけでは面白くないと思い、バフ要因を風化雪月キャラ限定、フレンドさんの後ろのヘクトルに挑む、という縛りを設けました。そのフレンドさんの後ろがこちら。こちらですか。
かっこレスっぽいガチ仕様のお城。どうして召喚士殿は自らハードルを高くしていくのか。同じ登るなら高い山ってにゃ、私のお腹のように。確かにこれはそびえ立つエベレスト。さすがです。一番苦労したことは、マキアンヌの守備の低さです。スキルなしのマリアンヌちゃんの守備が20で。ありだとこうなる。とても、儚いです。しかも、最近追加された英雄ではあるのですが、もともと、攻撃魔法速さが高く、守備がいまいちなステータス配分である上に装備している明鏡止水の影響もあり、戦闘中では守備が1桁台にまで低下するので、物理ユニットの強心ヘクトルの攻撃を1発受けると沈んでしまうことが難点でした。1桁台ですって奥様。風が吹けば飛んでしまいそうなレベル。風吹けば、舞い散る花粉と、マリアンヌちゃん、モフを。一個たしなまないでください。ヘクトル殿を撃破するにはカウンターを受ける前に倒すか、耐えて倒すか。マリアンヌちゃんが選んだ手段は？そこで思い出したのが、このマキアンヌの特徴でもある、固有奥義の存在です。この奥義、紋章師リンちゃんのエンゲージでとても長くなったり、総選挙マリアンヌのように味方を再行動できる非常に面白い奥義なのですが、自身と相手の魔法の差によって、最大 40% も相手の攻撃をカットする効果も付与されています。長いよ、本当に。もう何が何やら。困りました。この奥義と味方バフのダメージ減残処理で強心ヘクトルの物理攻撃をなんとか耐え切り、2回攻撃付与で撃破する作戦に出ました。きちんと重要ポイントを説明してくださっていてよかったですね。解説丁寧で助かりますにゃありがとうございます。以上の作戦を遂行するために集まってもらったユニットは、セテス232体と爽快マリカベレスさんと、原作でも仲が良いカイカヒルダちゃんです。本当に全員風化雪月メンバーですね。ヒルダちゃんおるのがとても良き。セテス23にはステアップダメ減残を、爽快マリベレさんには2回攻撃を、カイカヒルダちゃんには割合カットの補助&支援の役割があります。しっかり準備されてるんだけど、デバフ解除戦でいいの？守備、たったの6。か弱いにも程があるよ。これで本当にヘックンの反撃耐えられちゃうの？と、思うでしょう。作戦は見事ハマり、3撃目に与え、無事勝利することができました。残り HP1 で見事な大流 D の後、圧巻の86ダメージで撃破です。はあ、まるで祈り装備してたみたい。計算通りですね。縛りの意味がなくなるほどのバフをもらいながらも、マキアンヌ本人の力でしっかりヘクトルを仕留められた時は、本当に気持ちよかったです。フライクーゲルのサポートがなければ不可能だったでしょう。やっぱりヒルマリちゃんコンビは尊いってことやな。ですよねマリアンヌさん。ちゃっかりメガネ装備してイブナーツ殿になるのは。おやめください。今回のお便りの課題は非常にマキアンヌに向き合う良い機会となりました。マキアンヌはかなり発展性の高い捨て配分がなされているので、今回使った方以外にもたくさんの遊び方ができる良いユニットなので、モフさんや視聴者さんの中で持っている方がいれば、技マシンついでに色々なスキルを継承させて出撃してみてください。しっかり推しの宣伝もしていく召喚師の鏡。スキル継承事情まで考慮してくださる召喚師殿の鏡。確かにマキマリアンヌちゃんならドーンと良いスキル上げられちゃうよね。お師匠様として使うだけでなく、実戦で活躍させたくなりますね。ナイスチャレンジでしたぞ。お便りありがとうござい満足。というわけで本日はこの辺で。次回のご予定は？もちろんひよくマルス様がチャリンコ。強心ヘクトル殿撃破チャレンジ最終回はもう少しお待ちください。もし次回も楽しみって思ってくれたなら、チャンネル登録高評価で応援してくれると嬉しいですな。メンバーシップでの応援も。ありがとうございます。おかげで頑張れてるよ。編集、それではご視聴ありがとうございました。本日のお便りはチキちゃんお守り隊さん。チキ殿からチキ殿へ。なんだかスキルだけじゃなく、思いまで受け継がれた感あってエモさ充突ですな。これも運命か。